Sunday at 9 o'clock メディオコマーシャルレディーゴー札幌シティコネクション。この番組は限りなき情熱リコスタイル、音の奥義オンデザイン、映像交渉キックウォークの提供でお届けします。第32回今夜のパーソナリティは昭和100年担当 KUMAZ 熊地とチのウォッチ代打の小物吊るし鍋と、はい、そしてミクシング担当のなおでお届けします。はい、よろしくお願いします。それで先ほど情報が入ってしまいましたね。や期待したんだけどね、ファイターズ残念、日本シリーズ進出ならずでした。ね、ちょっとね後半快進撃でね、これでさ3敗で4連勝して日本シリーズ行ったとしたら史上初だったんでしょ。史上初だったんですよね。いや残念ですね。だね。勢いあったからね、いけそうな気もしたんですけどね。いや本当に。でもねちょっとね僕もねテレビで何回かもうスポットに見てたんだけど、なんか今日はね雰囲気がね熱気が感じられなかったっていうかねどうもソフトバンク側になんかね神様が向こう向いてるような、そんななんか印象さえ感じたんだけど、鍋は流れそんな感じでしたよね。時ね、ピッチャーちょっと興奮してね感情を抑えきれなくなったから、ここからグラブ叩きつけたんだって。そう、だからここから変わるかなって思ったけど、やっぱり強いですね。やっぱりね、シーズンをねトップでいくっていうのはそれだけのやっぱり力があるってことだよね。そういうことなんですよね。簡単には巻き返されないぞとね。さすがですわ。はい、はい。そういうことで、10月のマンスリーテーマなんですけどもね、はい、いろいろと皆さんの要望を伺ってますが、初の女性総裁にやってほしいこと政策は、ちょっとお堅いですけどね、これで実は来てるんですよ。ところがですね、いっちゃん最初にこのテーマを発表してからの2週間っていうものを今日までのね、本当正解は想定外のですね、連発って言ってもいいかなと。でさらにはね、僕にしてみてよ、こういう言い方したら失礼かもしれないけど、まさにですね各政党間の、恋愛ドラマを見ているような気がしましてそうですね。ねえ、決して綺麗事ばかりは言ってられないんですけどね。これもいよいよ明日21日いよいよ決着がつくということになってますし、ね、もうすでに今日の夕方のニュースではもう連立決定っていうようなね、ニュースになって流れてましたからね。ただそれでも過半数には足りない状況ではあるんですが、おそらくね高市さんが、なるんではないでしょうかね、そういう雰囲気ですね。雰囲気ですよね。ということですんでね、改めましてね、高市さんにやってほしい政策はと言った方がはっきりすると思います。番組へのお便りはくま@776.fm、 KUMA@776.fm へ、またリクエスト曲にはエピソードも添えて送ってください。ということで鍋、早速ですが、鍋は高市さんにどんな政策を望みますか？やっぱり景気がねやっぱり動かないことには日本もやっぱり明るくならないので、まずは減税をしてほしいかな、その後にちょっと遊べるお金をばらまいてもらえると多分若い子たちは喜ぶんじゃないかなと思うんで。そういえばばらまきの話も前あったな、石破さんの時もな。そうありましたよね。話どこ行っちゃったのね、どうなったんでしょうね。大概ねばらまくっての時はね、俺らみたいなね、環境の連中にはほとんど当たらないお話ばっかりなんでねそうなんですよね。あんまり期待はしてなかったんですけど、確かに話は出てたよなとね、今言われて思い出しましたけどね。やっぱそこかな。本当ね、やってほしいことがここまで溜まっちゃうとさ、そう何からやってほしいかっていうのもね正直難しいなって、いろんな、方面やっぱりいろいろとやってほしいことあるから、でもまずはやっぱりベースがないことには皆さんね、やりたいこともできないし趣味もできないし。いやだからね、この経済環境を変えるにもさ、やっぱその企
企業さんがね今その賃上げに対してね、できるとことできないとかもはっきりしてきたよね。いやそうなんですよね。大手はね柔軟に対応できるのかもしれないですけど、なかなかね中小企業になっちゃうと、レスポンスよくね給料賃上げしろっつったら逆にね自分たちの首絞めちゃうことにもなるだろうし、そうなんだよね。まあ難しいところではありますよね。だからね値段が上がれば儲けが膨らむのとは、今の状況ってそうじゃないでしょ。そうじゃないですからね。致し方なくみんな値上げしてるだけだから、自分の利幅も我慢しながら、だからね金額的には上がっても何も美味しくないっていうのは正直なところでしょそういうと企ころですよね。業さんもね。そうですよね。これじゃなかなかね従業員にまでね回ってくるっていうのは本当気の遠くなるような話になっちゃうよね。そうですよね。鍋方の業界もやっぱりなかなかまあ、厳しいですよ。厳しいですか。まあ仕事はね安定割と安定はしてますけど、なくならないことは多分ないと思うんであれですけど、でもやっぱり末端なんで、そうだよな、末端っていうのはそういう立場だよな。そういう立場なんで、そうですか。まあね、鍋の声もぜひ高市さんよろしくお願いします。耳を傾けていただけたらと思うんですけどね。まあ一方でですね、僕ですけどね、先ほどもちょっと変な例えしてしまいましたけど、なんか今回はねまずは失恋から始まって三角関係も見えてきたり、さらには初恋もあったりと、いろんなですねこの形態がなんか見え隠れしたんですけど、ただね、各政党のマニフェストがおかしな方向に行かなきゃいいなと、着地点のねロックオン先を間違えると、なんかこのせっかく新たな組み合わせもね良くも悪くも簡単にひっくり返っちゃうそうな気がするんでね。そうですね。そこだけはですね、もう恋の空回りにならないように気をつけていただかなきゃなと。そうですね。変な言葉ばっかりでこれ申し訳ないけどねでもね俺的にはさ、なんちゅうんだ、ここまで問題を蓄積ずっとしてきてしまったのはね、やっぱりその日本っていう国のその危機感がなさすぎるというか薄すぎる。でそれに対して結局国の対応が今度は遅すぎる。これは何かというとね、俺にしてみればさ、庶民とそれからやっぱり政界の人たちの格差が大きすぎる。それはあるかもしれないですね。これがもうはっきり出てる証拠だと俺は思うんだよね。だからなかなか我々のね、発言がそのストレートに耳に入っていかないというか、あの人たちにしてみるとそんなわけがないっていう立場かもしれないし、だからやっぱり俺的にはさ、まずはさ、その人間なんだから生きていかなきゃいけないじゃん。やっぱりもう食の安定とね、この物価高の歯止めが最優先かなって俺的には思ってるわけ。そうですよね。なかなかね、多分大企業の声はすぐ届くんでしょうけど、なかなかね、やっぱりね、こう末端の声っていうのは届いてるようで届いてないのかなっていう今までの政治がね、そんな感じだったんで、ぜひぜひね、そういうのをちょっと反映させてもらえたらなとは思いますけどね。北海道で生活する苦労の実態っていうのはもうちょっと知ってほしいと思うしさ、なんちゅうの、一方ではね、例えば人間が生きる上での精神論についてはね、例えばいろんなハラスメントという言葉が出てきたりなんだりで、なんかどんどんその人を守ろうという規則なり、それから、なんていうルールなんていうのはどんどんできてきてるんだけど、でもね、精神面で守ってもらうにもよ、まず食って生きていかなきゃ始まんねえからまずそうなんですよね、食べれないことには始まらないですからね。そうなの、だからここはね、かっこいいとかそういうんじゃなくて、まず生きていくための順番を考えたら、俺はおのずにまずやらなきゃならないことは何かって見えてくると思うんで、その順番だけは間違えないでほしいなっていうのが熊爺からの願いでございます。はい、これも届くかどうか分かりませんが、とりあえず放送で流させてもらいますんでね高市さんよろしくお願いしますよ。さあ、それでイベント情報なんですけどもね、今日は特別はあげないんですが、やっぱり熊爺的にはですね、この週で何をもう興奮したかというとですね、もう全てはもう大谷君の活躍ですわ。そうですね。いや本当な、彼のこのなんていうのは記録というのか、今回だってね、ああいうシリーズでさ、いきなりねピッチャーとしては大活躍、さらに1試合3ホーマーというですね、
とんでもない話やっちゃうよね。すごいですよね。いや本当にだからね、チームメイトがね逆に頭を抱えるようなシーンも出てたんだけどこりゃすげえやなってみんな思ったと思うね。本当すごいですね、大谷君は。あまあだからね、まあ、何はさダメだ言われてもね、まあ、今の日本は大谷を誇りだと思っていけばまだ世界的知名度はキープできると僕は確信しておりますね。まあそんなことでね、今回も大谷見てて僕は思ったこと、いや生きててよかった、もうこれ一言だわ。いやなんかああいう人とさ同じこの時を過ごせてるっていうことにね、まあ自分全然野球ができるわけでもなんでもないけど、なんか幸せを感じちゃうんだよね。ああ、なるほどですね。そうなかなかそれをリアルタイムで見るっていうのもね、そう今じゃあこう当たり前だと思い込んじゃってるからね、それにありがたみを感じなくなっちゃってますけど、確かにそうですよね、これを見れてるってすごいことですよね。すごいことだと思うんだよね。まあそういうことで番組でもですねどんどんすごいことに皆さんをねご案内したいと思いますから、皆さんからもねこのイベントコーナーで伝えてほしいね、情報ね、それから企画がありましたらどんどんお寄せいただければですね、私たちの方でご紹介していきたいと思いますんで、たくさんのお便りと合わせてお待ちしております。それではですね、なおちゃんお便りは今日はどれぐらい来てるのかな。はい、来てますよ。はい、はい、お願いします。ご紹介しますね。お願いします。まず最初にですね、山口県からですね、ラジオネーム島ドラさん。はい、はい、ありがとうございます。聞いたことのあるお名前ですが、確か、はい、雪姫船団さんのグッズが届きました。おめでとうございました。大切にしようと思います。ありがとうございましたということで、わざわざねお礼のお手紙でした。ありがとうございます。こちらこそ、ぜひご愛用してください。そうですね、ラジオの方もこれからもね聞いていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、ちょっとお久しぶりかな、北見の石原さんからです。はい、しぼーん。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、さて今月のテーマですが、ぜひともに物価高対策を実現してほしいですね。はい、最近日用品を少し買い物しただけでも1万円を超えることが多く、物価が上がったなと感じる日々です。あとガソリンの暫定税率も廃止してほしいですね。はい、以前から廃止すると案は出るものの、結局先延ばしにされていて、一体いつになることやら、いろいろな対策してくれることを期待いたしますということですね。いや本当にね、ただねその仕掛ける側もねいつもさ、案はいい案ってあるんだけどね、その代償をどう補うかっていうね、この対策がねなかなか表面に出てこないでしょ。出てこないですよね。だからやっぱりそのね節約するところはちゃんとお互い節約しましょうよと、なんか大前提があって、だからこれだけ削れるからこの分にそのね、対応できるんだよっていうその裏付けを持ったその最終的なその目標であってほしいなと思うわけさ。どうもそこら辺が曖昧でね、じゃあこれをカットしてもじゃあ何かを犠牲にするのか、どうやってその分の財源を捻出するのかっていうところがいつも提案する内容として乏しい。乏しいですね。そこがないですもんね。本当に。だからアイデアがないんだったらもうあとはみんなで節約するしかないんだと思うよ。ただそれも嫌だって言ってたらこれまた進まない話ですよね。この辺しっかり考えていただきたいと思います。はい、石ポンありがとう。ありがとうございました。次ですか。はい。次たつぼんさんからはい来てますが、すごい長いんですけどどうします？北海道に来る日程が本決まりになったようですね。そうですか。はい。28日を新宿スタートして、1月の4日には帰るというような格好になってるようで、もう完全にね年越しでね、そうなんです。そして29日の放送にはサンピアザに行きます。よろしくです。わお、登場ですね。すごい細かくですね、旅程というか工程を書いていただいているんですが、ちょっとこれは私の方でしっかり把握をしますね。ちょっと時間のある時にね。それじゃあですね、辰本さん、今の予定では12月の29日は第5週目になりますから、基本的にはパーソナリティ全員
員参加。そうです。それで今回はどうなるか分かんないけど、達本さんも来るんだら少しでもね時間長く取れるようにね、本当ですね。番組枠拡大できるようであれば、トライしてみたいと思ってますんでね、はい、ぜひ気をつけて年末北海道を目指していただきたいと思います。はい、お会いできるの楽しみにしております。はい、どうもありがとうございました。そしてですね、今入りましたちーちゃんからですね、はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。先週からようやく仕事復帰しました。おめでとう。おめでとう。よかったね。順調に回復しているので11月にはラジオ復活します。はい、代理で頑張ってくれた鍋さんありがとうございます。いえいえいえ、はい、何でも釣りのこと話してくれて大変頼もしかったです、ね、しばらく釣りもお預けの地位なので超過報告できませんが、はい、また来月から皆さんよろしくお願いします。はい、待ってるよ。はい、そして余談ですが高市さんが直々に広報本部長に鈴木貴子代議士を指名したことにテンション上がりました。私は早速、鈴木貴子代議士のインスタフォローしました。お父さんと一緒に頑張ってほしいなと思います、ということでね、テーマのこともねちょっと話なんかそうですか。元気そうでよかったですね。でもねちーちゃんね、まず北海道は北海道で選出された人たちを応援するっていうところも大事ですね。やっぱりここの状況を、的確に伝えてくれる人、ここはちゃんとね、パイプ役を果たしてもらわなきゃいけないんで、僕らもやっぱりそこにね、向けて発信するものはちゃんとしていかないとという、それが地元の責任だとも思いますからね、はい、どうもどうもありがとうございました。以上です。熊Gの昭和100年。いやーもうね紅葉が一気に進みました。一気に進みましたね。そしてなんと中山峠今日は真っ白になった模様ですね。ニュース見て僕もびっくりですけど、はっきり言っても季節の急変にですね全く体がついていかない熊Gなんですが、はい、今年もねいよいよここまで迫ってきて、なんと昭和100年と言えるのはね、もう明日から数えたらもう73日しかないんだわ。そうですね、早いですね。74日後には昭和101年になっちゃうんだわ大丈夫かこうなっていう感じなんですけどもね今日はちょっとねここにぐっさりは刺さりませんけど、またちょっと車の話をお届けしたいなと思うんですがね、はい、昔はね例えば日産のサニーとか、はい、トヨタのカローラとか、一般大衆車と言われるのがですね発売になったのが1966年、昭和でいうともう結構来てる時41年ぐらいの話なんですね、はい、でこの年はですね日本ではマイカー元年と呼ばれた年でしてね、一般に車がダーッと普及したと、やっぱこういうコンパクトで手の出しやすいサイズ価格の車がですね出回ったのはこのぐらいの年だったんですよね。でそこからどんどんそのですね高性能、それから耐久性、こういうのを求めていって、例えばその後すぐですねトヨタ 2000GT という車が出たり、それからマツダがですね、コスモスポーツという車を市販化したりということで、すごいその日本の車っていうのは急成長の時を迎えたわけなんですけどもね、やっぱりその技術革新っていうのがありまして、これこそが、僕らが思うねまさに古き良き時代、この象徴だと僕は思ってるんです。で今もですねやっぱり古い車は、旧車ブームっていうのがあって、その技術革新こそが旧車ブームのまさに底力になってるから、今もねこう続いてきてるんだと思うんですけどね、逆にその今の車っていうのはね、何でもかんでもそのセーフティーっていうのを優先したソフトに、ハードの部分が支配されちゃってるんで、逆言うとその大事なハード部分にあった性能耐久性、ここが今置き去りなんですよね。それはあるかもしれないですね、だから僕らユーザーがね例えば手を加えたりなんかする楽しめるその隙間っていうのかな、やっぱり何でもねガチンガチンにやられるんでこっちが
息苦しくなっちゃう、うんうん、そこに遊びを持たせるっていうのはやっぱり人間社会としては一つのルールとして必要なんじゃないかなと思うんだけど、その隙間を与えないような車しか今ないんだよね。だ前も言ったかもしれないけどね、そのカメラでドライバーを監視してるからちょっと首が傾くとこいつ寝てるんじゃないかって勝手に向こうが思って注意力が足りませんとかね、いきなり表示が出たりとかね、そうなんですね今ね。でね、白線踏めやね、ブーブー振動が出てきたりね、いやそれはねふらついてんじゃねえんだよ、こっちは意図としてやってるんだっていうことを向こうは感じ取らないわけでしょ、ただ出たか出てないか、まっすぐか斜めかと、そんなことでね人間に文句垂れるのはやめてほしいなとつくづく思うわけなんですよね。だからやっぱり僕としてはね今日伝えておきたいのは、その人が動かす時代、これがまさに昭和の快適さやレスポンスを思い出してね、やっぱり欲しいって思うところなんですね。だから昭和っていうのはそういう隙間があったがために、例えばね運転テクニックもそうだけど、いろいろ人としてそこと関わることで自分の力を発揮する、そういう部分がちゃんとあったじゃない。確かにね、今はね機械の言うこと聞かないやつはみんな減点方式だから、全然そこにねスキルもテクニックもあったもんじゃない、これじゃちょっと面白くないんじゃないのっていうのがもうね正直言って僕の今の車に対する印象なんですわ。だからまあ昭和100年って言えるのは今だけなんでね、この先も人間っていうのはいろんなそういう部分を求めていくんだと思うんだけど、やっぱりその中でね昭和をベースにしてそれで今を考えるっていうこういうことっていうのは今後も絶対継続してほしいなって思ってるんですね。だからなんかね、楽をするイコール支配されるっていうのは決して本当のイコールじゃないかもしれないけど、あまりそこに頼っちゃうのは今後の自分たちの居場所をそうですよね。何でも今 AI だとかね機械にコントロールされちゃってますからね。そうなんですよね、少なくなっていくのかなっていうのがちょっと僕としては許せないと。ただ僕的に思うのはまだな、釣りの世界っていうのはそういうのに支配されてないんじゃないかなって気がするんだけど、どうですか。そう考えると釣りはそうですね。そうだからだってシンプルですよね。自分たちの考え方やり方手法がね、まだまだ投入できるでしょ。そうですね。確かに道具の進化とか性能がそのものに対しての性能は良くなってるけど、技術云々に関してはやっぱり昔と今も変わらないですからね。そうだよね、なのでね今日はね早いうちからですねコーナーをチェンジしていきたいと思いますんでのウォッチ。このコーナーやってきましたチーノウォッチのお時間ですが、今週も、代打小物釣り師鍋がお送りいたします。そしてスペシャルゲストはでっかいタイです。チーの代わりのタイがやってまいりました。これね約90センチ、約多分ね、多分手で測ったら約90センチぐらいあると思いますね。これ多分チーさんが釣ったタイに限りなく近い5センチぐらいしか多分差ないんじゃないかなっていう。やばいっすよねこれ生きてたらね。でも彼女これ釣ってますからね。すごいわ。すごいっすよね。ということで今週も、チーノウォッチのお時間やってきましたが、何やらあれ熊谷さんなんか釣ってたじゃないですか。そうなんだよ。俺もな、今年だ釣り行きたくて仕方なくて、チーにも相談してたわけだ。で夏場にブリに行こうかって話が具体化したんだけど、ちょうど今年はなんだ北海道もやっぱり船が欠航が多くって、そうなんですよね。で俺たちの予定してた週の頭にどうも週末の今週の船の出港が危ぶまれてるってことで、その日になっていきなりごめんっていうのはきついから、事前に判断しようということで中止になっちゃってたんだよな。ですよね。その悔しさがあって、俺は意地でも今年は鮭を釣りたいと。でも時間がない、どうしようと思ったんだけど、10月の8日出張先である若魚井漁港の方に行きまして、2時間一発勝負にかけました。その結果
なんと1本だけ釣れたのが開けてみたらメスだった。バザーイ。すごいっすよ。めちゃ嬉しかった、いや正直前回放送した段階で、稚内魚少しいたのは知ってたんですけど、もうね地元の話だともうだいぶ色ついて、もう口使わなくなってるよって、だからもういるけど食わないから最終だねっていう話だったんですよ。それは俺知らなかったの。何、そうやって口を使わなくなっちゃうわけ？そういてもね口使わなくなっちゃうんですよ鮭って。であの辺港内で放流している場所もあるんで、最終的に港内に戻ってくる漁港多いんですよ、そうした時に最後その放流したシャロに集まって、そのまま行きたいちゃうんですけど、やっぱり入ってね3日4日しちゃうとねなかなか口使わなくなるんですよね鮭って。だからもう結構入ってきちゃってて、もう多分、いても食わないんだろうなと思って、あれはしてた牽制してたんですけど、そうまさかのおーと思って、でもねその時もですね堤防の周りはぐるっと人で囲われてまして、で僕6時ちょっと過ぎぐらいに上げれたんですけど、最初に一番高いとこから投げてる方が、あれはおそらく浮きる違う、あれはねぶっ込みでやったんだもんですね、おそらく。それで6時ちょっと前ぐらいに1本上がったんですよ、わすげえなと思ったら、今度近くで船をこうなんていうの海に下ろすところにシャロがある、そこで浮きルアーを使ってる人が1本がいたんですよ、いやますますいいな羨ましいなと思ってたら俺んとこに来たんですね。これすごい確率ですよ。2時間だから3本だけです実際上がったですよね、もうだからびっくりしました。おーすごいなと思って、あの時それぐらい貴重ですよ今年。そうですか、よかったよかったですよね。いやなんかそうやって聞くと嬉しさ倍増してきちゃったな。なんかまさか見た瞬間おーすごいことやったなと思って、それぐらいのレベルでさっきは今年釣れてないです。びっくりしました。おめでとうございます。ありがとうございますということでね、これは結果報告でしかないんですけど、じゃあ今のこの旬のシーズンは。そうですね、これからちょっと鮭もやっぱり終盤ということでもう終わり始めて、終わり始めてか道南の方は逆にこれからではあるんですけど、ちょっと遠いのでなかなかね、行きにくいのもあるんで、あえて紹介しないですけど、道南の方はちらほらやっぱり釣れてるっぽいんですよね。だから、これから始まるところもあるんで、もしまだ釣れてない、方いらっしゃったら諦めずにちょっと道南方面遠征するのもありかなと思います、あと近郊の釣り最近ちょっと面白いのが、イカ類がものすごい熱くて、近郊だと今豆イカ、豆イカね、よく聞きますね。春と秋に接岸するんですけど、今豆イカが日によってムラがあるんですけど、結構いいペースで釣れてるよと。どこら辺に行けばいいですか？でおすすめはね、石狩とか小樽、積丹界隈はどこでもチャンスはあるかなと思います。そうなんだ、じゃあ意外と近くで僕らも楽しめますね。全然楽しめるんですよ、ただやっぱり釣り場がねやっぱり減ってるので、駐車するスペースがやっぱり限られちゃってるんで、ぐるーっと回って空いてるところ入ってもらうのがいいかなとは思うんですけど、路上駐車だけしないようにだけ気をつけてもらえれば。イカの場合はどんな時間帯狙うのが一番いいですか？僕は正直ね好きなのは、夕方暗くなる前が一番実は好きで、よく11月第1週入ったら僕小樽の方行って釣りしてたんですけど、だいたい昼、過ぎ2時ぐらいに行って、そこから釣り始めて日暮れるまでやったりとか、あと投光器とか今 LED ライトで海照らせるようなものを持ってる人であれば、夕方から9時前後ぐらいまでやったりとか、釣れる時だったら本当に一晩中釣れたりもするんで、もう正直いつ行ってもタイミングさえあれば釣れる魚というかイカなんで、特にね僕は昼好きなのは糸に当たりが出るんですよ。投げて糸が吹けるじゃないですか、その吹けってこう沈んでいってるなーっていうのを目視できると思うんですけど、その沈んでいってるなーっていうのが突然止まったりだとか、突然逆に走り出したりとか、
竿に出ないあたりが糸に出るんで、そういうのでも当たりを取ってこう釣ることができるんで、マメイカってすごいゲーム性が高くて面白いです。隣でね、例えば10杯しか釣れてないのに、隣の人のバケツ見たらもう100何杯入ってるよとかもザラなんで、そんな差が出るもん。そんな差が出る釣りなんで、ぜひねちょっとゲーム性高いんで、この時期限定なんで、うまくいけば12月ぐらいまで釣れるんですけど、まあここから約1ヶ月ぐらいは多分狙えると思うんで、ぜひチャレンジしてほしいなと思うのと、あとね、昔よくやってたんですけど、石狩でシャコ釣り、タコじゃなくてシャコね、ガレージの方ですね、あれも実は、狙えて、今がちょうど食べ頃というか狙い頃なので、まあシャコ釣りも面白いと思うんですよ。俺さ、実は恥ずかしいけど、シャコ食ったことないね。本当ですか？見たことあるけど、なんかグロさんがさ、まあ確かにグロさはね、どうなのあれ、カニっぽいの、エビっぽいの、なんて言うんだ。エビに近いカニ、カニに近い。いや美味しいですよね。てか私は結構好きで、僕も大好きなんですよ。どうやって食ってんのあれ？あれはね、やっぱり塩茹でしてそのまま食べる。ただあれ難しいんですよ。チョキするんだよね。そう、外すのも難しいんですけど、その食べる身を確保するのも実は難しいんですあれ。どういうこと？あれシャコって死んじゃうと自分で身を溶かす酵素みたいなのを出して身なくなっちゃうんですよ。だからそうなんですよ。だからシャコってもう生きてる状態で茹でないと食べれないんですよ。じゃあ私がよく子供の時食べてたのは、あれ生きてるやつを茹でて、場合によっては漁師さん網ごと鍋に入れたりする漁師さんもいるぐらいなんで。そうなの。家でね、だってうちでなんか市場から買ってきて、家で茹でて食べたっていう、なんかすごい安価な食べ物っていうか安かったみたいで、昔安かったですよね。めちゃめちゃ安かったんですよ。買ってきて大きい鍋でバッと茹でて、もういっぱい食べたっていう記憶が。今だって浜で買ったら1本250円とか300円近くしますからね。そんなにすんのあれ？高級な小持ちの方が高いんですけど、今本当に物良かったらもう200円から300円近くしますよ。で多分小さい頃、僕の小さい時では本当に1箱500円とかそんなレベルだったんですよ。1匹ね、どんなに高くても50円とか、メスだったら60円だよってね、両親のとこ行ったら買ってくれたんですけど、それが5倍6倍ですか。そこも物価上がってますから今。ひどい。高市さん聞いてますか、シャコの値段。でも本当ね、今時期脱皮お盆ぐらいに脱皮するんですけど、それが復活してちょうど9月に復活してきて、ちょうどこの10月11月ぐらいがちょうど次のこの秋のシャコの最盛期なんで、食べても美味しいんで。美味しいよね。いや昔本当よく食べた。とにかく知らないうちに茹でるってのはコツだと。知らないうちに茹でてください。でね、あとね、それに副産物でシャコ狙ってたらハゼ釣れるんですよ。ハゼマハゼが釣れるんですけど、このハゼもね、秋のハゼも美味しいんですよ。大きくて。そうなんだ。ハゼめちゃめちゃ美味しいです。天ぷらとかにしたら、なかなかないんじゃないですかね、ふわふわ加減の。ああいう食感のふわふわな魚、見た目の割にめちゃめちゃ美味しいっていう。ハゼとかもなんか食った記憶が全然ねえな。本当ですか。ハゼとかもね、小樽とか行ったら本当にハゼ本格的に狙ったら普通に釣れるというか手軽に釣れる魚なんで、ファミリーフィッシングよりはもうもってこいの釣りなんで、本当にその辺の安い竿でも全然できるんで。なるほど。今副産物的にかかるようなお話だったけど、ハゼ自体としてはやっぱりこのがシーズンですか？ハゼ割と一年中釣れるんですよ。年間通していける、ね、割と年間通して釣れるんですけど、僕はもう一番超えてるのはなんかこの秋口に釣れるハゼが一番型も揃うし、ふっくらして美味しそうだなっていう印象ですね。やっぱりね、食べて美味しい時期がね全てですよね。そうなんですよね。食べて美味しい魚ね、ほんといっぱいあるんですよね。今太平洋側の例えば日高方面行ったら漁港内だったら多分ね、今黒頭とかカレですね。カレのでかいですね。あと松川もねまだ釣れてるんで。松川ね。松川カレー、あれ釣ったらすごいべね。いや僕もね、うちの近くにあるねフードABCD2 の
魚売り場に結構でかい松川がバーンと置いてあるとこだって、いやこれ釣ったらすごいべなって何回かですね妄想したことがありますよ。いや本当ね9月8月の末だったかな9月の頭かに僕に投げ釣りを教えてくれたおじが前高野松川なんですけど釣ってきたのが70何本とか掘ったら本当にこのタイぐらいあったんじゃないかなっていうぐらいすごいっていうのも釣れるねその夢のあるね魚ではあるんですけどもうちょっと成長したらエイになっちゃうねそんなわけないおひょうじゃないですかおひょういやでもね本当カレーの王様っていうぐらいなんで、そんなのもまだギリギリ狙えるし、あとね苫小牧室蘭方面噴火湾ではハモアナゴもう今一番大きい丸々としたのが釣れるシーズンじゃないですかね。アナゴも美味しいですよ煮アナゴにしたら。アナゴあれだよね広島で食べたよね。でもそうだアナゴしたら向こうの方のイメージですよね。そうどうしてもねなんかねなんかねハモごめんなさい今ハモって言い方してるけどなんかねごめんなさい正確に言うとアナゴとハモとなんかね違うらしいんですけど歯のなんかねこの顔の構造とか違うらしいんですけど一応その通称アナゴがよく釣れて今釣れてるよっていう日本海側はちょっと釣れないんですけどね太平洋側の方で釣れてますね。太平洋側ねいやなんかそれ聞くとね今釣りしないでどうすんのって感じするね。だからねもう本当に今釣り最盛期ですよ。ね食べれない魚でいうと自分ね先々週と実は乾いて釣りしてたんですけどねニジマスニジマスもねすごいこう体高の太い釣れるシーズンで。落ち葉がねあまり入りすぎるとちょっと釣りとしてしにくいんでちょっとね今これから紅葉入っちゃったからちょっと1ヶ月ぐらいなかなか難しいかなと思うんですけどそうですか。じゃあとにかく海行きましょうと。そう今は海行った方がいいですよ。であと1ヶ月ぐらいしたら多分ホッケもう秋の節分の時期になるんでホッケも狙えるだろうしあとちょっと走ってもいいよっていう人だったら積丹から道南側の方かなまあいいか積丹から道南ってこと例えば鴨江内の方に行くってことそう鴨江内から島牧の方面ぐらいまでどっか辺界隈であれば多分まあいいかどっかかんか多分狙えるんでただちょっとこれね今防波堤が釣れる防波堤がなかなか入れないんで磯からの釣りにはなってしまうのでちょっと危ないけどただ磯から今マイカ結構釣れてる場所もあるんでいやイカいいねイカいいですよね。だってもらっても嬉しいし自分で食べても美味しいしねイカなら余すことないですからね。食べれるねだけどなこの間ちょっと函館行ってきたんだで昔カツイカっていうの生きてるやつをそのままさばいてもらったで今どうなのかなと思って見てたんだけどちょっとある市場行ったらいましたよ。今ね安くて1杯2500円だね。カツイカ高そんなするんすか。いいなあれ自分最後に食べた時は1500円ぐらいでしたけどねもう1000円も上がっちゃったんですね。そうで有名ななんだっけなイカキヨさんとか行くと3000円だ。もう高級魚ですね。でもねあれですよ小林さん函館今めっちゃイカ取れてますからね。取れてんの？多分今北海道で多分一番函館イカ取れてんじゃないですかね。そうなんだ。だけどイカの値段全然安くならないんだけど。いやあれ多分そうなのか。いや俺ねサンマこそいいサンマが今年は取れてそれでも値段そんなね決して安くはないよね。だけど俺イカあたりの値段見てると全然落ちてないからやっぱりイカは相変わらず不良続きなのかななんて勝手に思ってたら違うんだ。いや多分函館だけが異常なぐらい取れてるだけで他が取れてないから相殺されちゃってるのかな。水揚げ量はそんなに良くなってはないよとっていう感じなんじゃないかなと思いますよね。でもね本当は先週末函館行って自分夜イカやっ
、次の日タイやる予定だったんですけど、まあしけて出れずだったんですけど、まあその乗る船2、3日前でしたブログとか見たら、えらい釣れてました。一人100何倍とか釣れてましたよ。そうなんだ。そうなの。いやー、そういうシーンに出くわしてみたいけど見ても見たいし、すごいなー。ねえ。でもね、近郊でもね、岩貝の沖ぐらいで、5年ぐらい前、11月ぐらいに、すごいイカ取れた時期も実はあったんで、まだね、こっちの方もチャンスはないわけじゃないとは思うんですよね。で、現に、ほら、シャコタン界隈で今、イカ釣れてるんで、だからまあ、チャンスはないわけじゃないかなとは思いますよね。いや、とにかくですね、生のゴロを使ったですね、その独特なそれに醤油を加えてるんだと思うんだけど、うまいですよね。あれで食べるイカ刺しは最高だよ。最高ですよね。しかもゴロってマイカにしか大きいの入ってないんで、そういうもんなんだ。そうなんですよ。マイカにしかね、立派なゴロって入ってないんですよ。だからね、貴重なんですよ。この時期のマイカは。目標はそこかな。ねえ、イカ釣りたいですよね。あとほら、先ほど上がってたブリ。実は今、旬です。っていうのは、ずーっと北海道の周りを回遊してきたブリが、だんだん気温下がってくるじゃないですか。そうすると、今度、どんどん南下するんですよ。それをみんな戻りブリって言うんですけど、オホーツクとかまで回ったり、北の方で餌をいっぱい食べた魚たちが、一気にね、下るんですよ。それが今、シャコタン沖ぐらいを通る時期なんですよね。前、俺たちが行ったとこじゃないの？そうです。辺を。いるの今。そう。で、皆さんこぞってこの時期ね、行くんですけど、釣れる大きさが尋常じゃない。10キロオーバー。マジか。メーターオーバー、10キロオーバーが狙えちゃう唯一の時期なんですよ。それ。で、過去自分生で見たことあるのが16キロ。もう本当にこのタイの幅ぐらいありました。ブリが。すごいね。ブリってアーモンド型になるんだっていう。ブリってなんとなくひょろ長いイメージじゃないですか。あれが、アーモンド型のブリっているんだなっていう。いや、っていうのが。さばいても見たいね、それね。もう油ギットギトですよ。前さ、一緒に行った時にさ、俺もらって帰ってきただけだったんだけど、結局、あれをさばくの俺出刃包丁買ったから。でもあれ以来、その包丁は活躍することじゃないんだよ。じゃあちょっとまたね、リベンジしないとダメですね。でもなんかね、今年さ、船に頼る釣りはちょっとチームもそうだったけど大変だな。なんだ出港率が悪いっちゅうか。出港率ほんと週末のね天気が悪すぎですね。僕も実は函館ね何回予約してるかな。6回ぐらい予約して、多分1回しか出てないです自分。そうなんだ。本当に出世率悪いですね。そんなに低いとね、ちょっとみんなストレス溜まっちゃうね。だから自分予約しない方がいいんじゃないかなと。自分が予約するとってないから、もう違う人に予約してもらった方が。釣り船屋さんももう全然あるじゃない。いやー、上がったりだと思う。商売上がったりだね。週末やっぱりしげちゃうとね、大変だと思いますよ。いやそうだったんだ。まあね、いっぱい今日は各ポイントを教えてもらいましたんでね、盛りだくさんでね。この情報で皆さん今週末ね、今週末寒くなったらねなかなか動きにくいんで、早いうちにね、もし今度は25、26か。そうですね、25、26。そうだ。それでそうだ、25、26、26日、イベントあります。前回ね、ちょっと紹介させていただいたんですけど、具体的にちょっと日程が決まりましたんで、お知らせしますね。2025年オータムエキシビジョン、フィッシュランドアウトドア美しが丘店で、今週26日、10時から17時の間で、イベントをやります。で何社来るんですかね。10何社というか20社近く来るんですかね。一堂に、集まりまして展示、即売会を行います。で、私も、エンドクラフトのアドバイザーとして、参加させていただきます。
で、ここだけの秘密なんですけど、遠藤クラフト、コーナーで、コムギーズのフックも限定品、イベント限定品バージョンを販売しようかなと思ってますので、なるほど。はい、もしよかったらよろしくお願いします。はい、ぜひね、日曜日ですけど、足を向けていただければ。ぜひ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 、はい、会いに来てください。で、ほら、普段聞けないことも僕いるんで、気軽に聞いていただくことできると思いますんで、はい。ラジオのような公共電波では言えないことはいっぱい持ってるんですよ、ネタとして。そうなんですよ。そういうのを聞き出していただければと思いますね。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。まあ、そういうことで、いよいよもって、今度は、地位が、来月から復活してきますね。先ほどのね、メッセージにありましたけど、今度のチーのウォッチは、チーさんが登場しますよ。戻ってきますよ。鍋これさ、せっかく今回、まあ、決していいご縁の作り方ではなかったけど、ピンチヒーターとしてね、1ヶ月頑張ってもらったんだけどさ、違う、特番も入れてるからもっと頑張ってもらったんだな。この際さ、はい、もう常に言ったら変だな、常にゲストはおかしいから、もう地位のあれじゃないの、レギュラーアシスタントになったらいいんじゃないの。アシスタント係で。いや、ね、変なでしょ、はい、俺みたいなさ、はい、釣りを知らないやつとこう会話してるよりも、より深い話が、プロに近いレベルの2人で話すると、俺もっとなんか聞いてる人たちも喜んでくれるのかなと最近思うんだよね。じゃあそうしますかね。地位どうでしょうか。僕勝手なこと言ってますけど、もしよかったら今度から地位のウォッチは3名体制でいきませんか。3名体制でいきますか。はい、ここら辺は、地位の許可が出たら11月の3日に、発表させていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、じゃあ、機会があればまたよろしくお願いします。はい。いや、なんかね、本当にちょっと今回もね時間が足りなくて、もっともっと伝えたいことあったんでしょうけど、鍋のねイベントも開しまして、いろいろとまた皆さんとね、接する機会があると思いますんで、この際、ラジオに巻き込んでしまおうと思いますよろしくお願いします。はい、はい。それでね、僕今日ちょっとね、やっぱり人っていうのはさ、常にこう人類の中の人っていうのは主役でなきゃいけないと思うし、やっぱ人がね、能力を発揮してこその価値っていうものをちゃんと見てあげること、はい、で価値ある行動をやっぱり適切な順番でやることで、その効果を最大限に発揮する、こういうふうなね、当たり前に巡ってくる循環っていうのを大事にしてほしいなと。だから今一度何でもね行動するときに、さあ今何からスタートしたらいいんだっていう、この順番だけをね間違えないように、そうすることでみんなもっとね、せっかく出してもらったいい案を潤沢に回していけるようになるんだと思いますよ。だからね、僕これ自分自身にもいつも言い聞かせてるんですけど、まず書き出す、それで順番を振る、それから行動に起こす、こんなことみんなね当たり前って言ったらそれまでですけど、ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。今日はですね、そういう人間の技が入り込みやすい釣りの世界でのポイントをたくさん教えていただきました。まだもうねあっという間に10月も終わっちゃうかもしれませんけどね、秋をしっかり楽しんで、冬支度も同時に進めてまいりましょう。そうですね。はい。今日も1時間どうもありがとうございました。いや、それで鍋本当にピンチヒッターを、ありがとうございます。またぜひ呼んでください。大丈夫だって、来月からレギュラーだからじゃあぜひ皆さんよろしくお願いします。その時にはね、毎週のようにこのマダイちゃんもやってくるかもしれません。皆さん、よろしくお願いします。